どうも、ともそやです。前回動画はコロンビアのコーヒーの生産地として世界的に有名な小さな町サレントに密着。意外にも旅人から人気の都市でグルメも満載。今回はサルサダンスがコロンビアの無形文化遺産に選ばれているサルサの本場コロンビア第3の首都カリについて動画始めちゃいましょう。カリ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 かゆいカリ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 。現在コロンビアの第3の首都カリっていうところに滞在しています。どうも、ともさチャンネルです。カリ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 で、本日のカリキュラムはちょっと待って、その前に一回ちょっと軽く自己紹介させて。自分の大好きな洋楽歌手はカーリー・レイ・ジェプソンで、大好きな映画に関してはカリ暮らしのアリエッティとルパン三世のカリオストロの城です。で、本日のね動画の趣旨なんですけど、カリを1日徒歩だけでどれだけ回れるかっていうのと同時進行で、おすすめスポットをね紹介させていただきます。結構ねネットで調べましたっていうのと、現地人のね情報とかを全て自分でまとめて、この辺りだったら歩いて行けるかなとか、そういうのを全てひっくるめて考えて、今回ね選択した場所を行きたいと思います。カリっていう場所はコロンビアの第3の首都で、何が有名かって言われたらサルサですね。サルサ発祥の地かどうかは分からないんですけど、ダンスでサルサっていうのがあるんですよ。ウノドストレース、ウノドストレース、なんかサルサ、それがかなり有名ですね。で、現在宿にね滞在してるんですけど、宿からの景色がものすごい綺麗なんですよ。で、いつもね毎朝ねコーヒーも無料なんで、そこでねコーヒー飲みながら景色見ながら風に吹かれています。で、コロンビアね、今まで来たところボゴタとかサレントとかグアドラスとか結構涼しかったんですよね。寒いというか。でもカリは暑いですね。暑いんで半袖短パンでも大丈夫なぐらいの気候です。宿に関しては1泊26丸々コロンビアペソですね。ほんで朝のね8時半には出発したいなって考えてたんですけど、現在もうね10時なんで早く出発しなければいけません。朝7時半にね目覚ましかけたつもりが午後の7時半になってたんですよ。ほんま残念すぎるって感じで行きまーす。早速幸せを運んでくれるコリブリちゃんを見ました。いいこと起こりそう。首都のボゴタに比べたら可愛い子ちゃんは少ないような感じがする。で、暑い。そしてみんな口を揃えて言うんやけど、メデジンとかと同じでちょっと治安が悪い言うてるんですよね。だから基本的に夜はあんまりね一人で出歩かない方がいいかもしれん。まず最初になんですけど、市場に行ってタマーレスっていうのを食べたいと考えています。国民食みたいな感じですね。で、宿のね女の子に聞いたら、なんか普通に頼んだらでっかいんが2個入ってくるから絶対2個頼むなって言われて、目指すタマール、目指すやばい忘れた、やばい、目指すなんとかでタマールポルハボールって言えってめっちゃ教えてくれたんですよ。そのなんとかの部分を忘れてしまった。やばい、そのなんとかの部分がめっちゃ重要な気がする。目指すなんとかでタマールポルハボール、やばいな。ガレリア・アラメダ到着。地元民が通う市場のような場所ですね。でね、この周辺がちょっとだけなんか危険チックなんよな。雰囲気あんまりよろしくない。夜は避けましょう。こんな感じでたくさんね靴がぶら下がってるんで、あんまり雰囲気は良くないよね。市場特有のこの雰囲気ですよね。野菜とか果物とかいろんなものが売ってある。こんな感じでたくさんねレストランみたいなのもあるけど、そんなねめっちゃ安いわけじゃないんですよ。なんで個人的には別におすすめするわけではない。ただ食べたいものがある。ここのねタマーレスがなんか有名というか地元民から大人気なんで、ちょっとねタマーレスを食べに来ました。そんなに値段は高くない。みんな真剣な表情で黙々と作ってる感じ。これはおそらくですがバナナの葉っぱをひたすら折り続けているおばちゃん。なかなかガツンとでかいの来ましたね。También las mujeres son bonitos, muy bonitos, colombiana. 朝からお肉を食べることができて最高。テレビの取材が来るほどの大人気店。Muchas gracias. Bye.
バイまあ美味しかった。それにしても腹パンパンやわ。ジュースもなんかもう実質飲み放題みたいな感じだったし、でもタマールとジュースのセットで13,000ペソ、ちょっと高いんじゃないかな。僕の感覚が間違ってるのかどうかその辺は分からんけど、皆さんご自身で判断の方お願いします。見た感じギャングのたまり場なんよ。次はね、キリストの像が手を広げてる場所、結構山の上にあるんですけど、そこまでねちょっとね歩いて行きたいと考えてるんですけどね、さっき出会ったおばちゃん2人が危ないけん行くなみたいな感じで言うんすよ。なんかもうそんなんばっかりやな。そんなところに観光地作るなよ。こんな感じでだんだん歩いて登っていく。1時間ぐらい歩く、もっと歩く。マジで治安悪そう。薬とかタバコとかね、酒とかがねいっぱい落ちてある。治安悪そう。それにしてもこの坂伝わらんよな。いやここまで上がってきて空いてないとかマジでやめてくれよ。マジでやめてくれよ。ほんま通れんとかマジでないし、こんなことある？マジで通れんだけどしんど。やっべ、痛すぎる。ヘイのよじ登ってジャンプして越えてきた。絶対これ真似したらあかん。いって股関節めっちゃ痛い。尻がジーンってきとるわ。またなんか門閉まってるし、もう行くんやめようかな。その辺のおっちゃんに聞いたら1時間半ぐらい歩くぞ言われた。いい感じに綺麗な景色が見える。グラシャスアサレゴムドグラシャス。最高すぎる。通りがかった車の人が乗せていってくれた。めっちゃ迷ったんですよ。だっていかにもう悪そうな人、ほんまにタトゥー入ってピアスしてネックレスしてブレスレットして明らかになんかもうほんまヤクザのボス感が強い感じの超おしゃれな髪型もまさかの優しかった。最初はなんかねタクシー代わりで何円でどうって言ったけど、僕がもういやもういいよ歩くよって言ったら、もうええよじゃあ乗ってけよタダで乗せたるわ言うてくれて、わざわざこの上までね乗せてくれました。最初はなんかもう全部歩きで行く言うたけど、もうこれは許して、彼の優しさや。まさかのここでも閉まってる。閉まっとったけどちょっと待ったら扉開いて入ることができた。入場は多分無料だとは思う。とりあえずなんか QR コードがいるとか言われたけど持ってないって言ったら、まあなんか分からんけどなんとか入れました。よかった。ボゴタの展望台と同様に集団で登って集団で歩いて止まって説明受けての繰り返しの雰囲気ですね。説明がとにかく長い。まあこんな感じで歩きながら上から大自然を眺めるって感じですね。こう見るとだいぶ上に登ってきた感がわかるな。景色が遠い。キリストの像がだんだん近づいてきたよ。鳥好きにはたまらないコーナーですね。鳥以外の動物とかもいろいろ展示されている場所です。だいぶ近くなってきた。僕のリンネガンの透視術で彼の脇毛が見えちゃいます。男はやっぱ裸足だよね。偉大な神様だ。疲れた。現在ね昼の1時。だいぶ時間とね体力消耗した。結構ここハードル高いんちゃうんかな。場所離れててなんかねその来るのにも結構ややこしいし、来たらなんか来たでね入場制限みたいなのが確かあるんですよ。なんで時間通りに来ないと入れない、待たなあかんとかもあるし、 QR コードを持参してきたかみたいな感じで聞かれたし、まあ結局 QR コード持参してなくても入れたことは入れたんですけど、まあなんかそんな感じの場所ですね。帰りもなんかどうやって帰ったらいいかまだ全然わからんです。イエーイ。一人の女の子があまりの暑さに倒れました。そしてこっちではこの温度差、写真撮影の気合の入りようがやばい。この2組入場ゲートがちゃんとあったり予約制だったりとかガイドがおったりとか、結構観光地としてはしっかりしてるけど、まさかの無料施設っていうな。
国から金が降りてるんかな。まさかのこのレベルで無料。いや俺マジでこの道歩いて帰るんかな。誰一人歩いてない。まあ歩くっていうルールやからな、仕方ない。多分歩いてこれ1時間半はかかると思うんですけどね。さっきね黒人の方が泊まってくれて相乗りするか言ってくれたんですよ。ただ一人15,000なんで15,000ペソ。一人500円か。500円ここで払うんだったら500円分払ってなんかアイスとか食べたいなって感じっすね。まあもともと歩くっていうルールなんでルールに従え自分。Hace cuántos años fuiste en Tokio? Hace 15, 16 años. 15. Bien. Mucho gusto, Luis. Y vea, なんかおすすめの場所あるからついてこい言われてついてきました。そんな感じですね。面白いです。もう言われるがまあついてきます。よくわからん状況ですね。貧しい人たちが教会の前にいっぱいおって、その人たちにおっちゃんがジュースとかなんかビスケットとかを配り始めました。すごいいい人かもしれない。ちょっと疑ってたけどこんな感じでみんなにあげてた。解放されました。びっくりした。というかなんかもう乗せてくれてすごい親切にいろいろ喋ってくれて、もう最後の最後にお金取られるんかなとかちょっと思ったけど、まあ最初にもう確認せんかったんですよ、僕信じて。いやお金何円いるんみたいな、そういうのそしたら別になんかそんなも言わんし、でなんか自分が行く教会みたいなのがあるからそこがすごいいい場所やからそこついてこい言われて、で僕ついて行ったんですよ。ついて行ったらまさかの教会の前でなんか貧しい人たちがめっちゃ座っとって、この人らはワイの家族やとか言い出して、でその人にめっちゃなんかジュースとかビスケットとかあげて、すんごいめっちゃいい人でしたね。でその人はなんか自分はもう教会に今から2時間ぐらい残るつもりやみたいな、君はどうするみたいな、もうそろそろ行った方がいいんちゃうみたいなことを言ってくれて、で解放されたって感じですね。マジでただのいい人だった。とりあえずねクリストデレイモニュメントはクリストデレイ登ったけど、あれ徒歩で行くんは結構きついっすね。ガチきつっす。なんで僕行きも帰りもなんか親切な人に車に乗せてもらったんですけど、なんかウーバーとか使わんとマジできついっすよ。そういう場所です。わかるかな。電線が邪魔して車が進めない、やばいやばい。めっちゃ怒ってるおばちゃんが。さっき通ったね車がね電線ぶった切っていったんですよ。だからねめっちゃ機嫌悪い。サルチアロースっていう前代未聞のねなんかお店にやってきました。ちょっと中華料理っぽいけどこれはこれでね初めてですわ。なんかまあサルチーチャって言ったらソーセージみたいなもんなんですよ。それとご飯っていうね。イエスミールなんで330円ぐらいですね。こんな感じ。ちょっと中華料理のチャーハンっぽい感じ。絶対うまい。なんでだろう。具材も盛りだくさんで結構パラパラしてるけど、そんな劇的なうまいっていう感情が全くない。味もしっかりしてるんやけどな。イエーイ。一旦宿に避難してるんですけど、もうねこの雨きつすぎるわ。この雨部屋こんな感じです。独り占め、ドミトリー独り占め、怪しいものは置いてません。こんにちはんつー。雨が降ってたんでね約1時間ぐらい宿でね休憩してました。コーヒー飲んで寝転んで扇風機浴びてみたいな。もう絶対雨やまんと思ったけどね、意外にも晴れたからな。晴れ男の真骨頂を見せつけてしまったわ。なんか若干の雰囲気があるところをちょっとずつ登っていくね。マジでまた入り口封鎖されてるやん。今日どんだけなんか入り口封鎖されてるところ多いん。いやもう関係ないし通っていくよ。門閉まっててなんか理由わからんけどなんか回っていけ言われました、警備員から。なんで遠回りしないといけません。早速ね登っていってサンアントニオ到着したんですけど、その前に力強い木を発見しました。15歳のお祝いかな、少女金サニョス。さあ展望台到着したんですけど、地図上で見たらまだだいぶ麓なんよな。まあでも綺麗な景色を見えています。目の前には教会があります。まあなんか思った以上に素朴な感じな
場所でしたね、サンアントニオ。まあいい景色も見えたし、おっちゃんと結構仲良くなっていろいろ写真撮ってくれました。このおっちゃんです。ありがとう。¿Quieres que te arribe allá a los gatos? ¿Está bien? Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos. Gracias. 乗せていってくれる。バイバイ。アディオス。ってな感じで行きましょう。 Esta es la tertulia. Museo. Sí, el Museo de la Tertulia. Gracias. Muchas gracias. 優しい人ばっかりやな、ほんまコロンビア人。今日一丁前にカッコつけてね、歩きのみとか言うたけど、もう3回無料で乗せてもらってるよ、車に。そんなのあり？それはもうね、コロンビア人が親切すぎるからだよ。ありがとう。俺ごと。アラメダ市場とクリストレイに次いで3つ目のスポットは猫の公園です。猫がかなりド迫力、そして間抜けそうな顔、魔法陣ぐるぐるとかに出てきそうな顔やな。ガトーデルリオって言うんですよ。なんかね、もうガトーデルリオなんで、なんか川のそばの猫みたいな感じなんかな、わからん。こんな感じで猫のモニュメントがたくさんあるね。割とおしゃれな猫発見。ちょっと王族の猫かな。で、こっちはノーアイガト。猫がいないっていう意味です。ノーアイガトは猫おるやん。寿司屋は汚いっていう意味。まあ汚いね。これは何？セーラームーンに出てきそうな猫ですか？で、こうやって黄金の猫を見た後にまさかのワンピースの落書き。しかもこれワノ国編のやつ。結構最近書かれた落書きちゃうかな、知らんけど。この猫好きやわ。ガチューサ、デジモンアドベンチャーのトゲモンを思い出しますね。チクチクバンバン。まあこんな感じでのんびり歩いて、ちょっと疲れたらこうやってカフェに入ってみたいな、まあチルスポットって感じかな。散歩スポットっていう。所要時間約15分。そんな感じですね。なかなかいい感じの高そうなホテルがあるけど、その正面にチクチクバンバン、まさかの。はい、5つ目の場所、ブレーバルデルリオカリという場所です。ここはまあ言ったら道頓堀みたいな感じですね。大阪でいう道頓堀みたいな感じ。まあ今は時間帯がめっちゃ早いし、土平日なんでこんなガランとした感じなんですけど、金曜日土曜日の夜とかはここね、人で賑わってて、若い女の子とかもサルサバンバン踊りまくってるような感じの場所らしいです。パリピの方々とかは金曜日とか土曜日の夜を狙ってこの場所に来ることをお勧めします。まあ土平日ですけど、こんな感じでね、飲んでる人はほんまにね、飲んでるって感じ。休んでる人は休んでるし、まあみんなのんびりとくつろいでるような場所かな。座るとこもいっぱいある。理由は分からんけど、この橋がなぜか有名みたい。はい、第6のスポット、イグレシアエルミタ教会。カリの中ではトップクラスに綺麗な教会だと思う。正面から見るとこんな感じ。歴史的なことは一切分からんけど、まあ白とグレーの淡白な雰囲気の教会。誰ですかあなたは。はい、7つ目のスポットは公園のそばにあるカテドラル。白を基調として若干ね、光り輝いている雰囲気がとても綺麗だなと思ったんで、7つ目のスポットに選ばせていただきました。あれはナポレオンかな、これは聖母マリア様かな。一つ一つのね、ステンドグラスも綺麗な雰囲気。中はこんな感じ。白店。こんにちは、ワンワン。コロンビアの夜道越え。スマートフォンを出すな。周囲を警戒しつつできるだけ大通りを通るんだ。また若干ですがホテルでね、休憩しています。サルー。こう見たらちょっと日焼けした。疲れたよ。その辺は特に問題ないと思うけど、
住宅街なんで、まあでもやっぱりコロンビアの夜9時半はちょっと怖いな。これ右に曲がるんやけど、これ右曲がってからがちょっと怖いんですよ。不老者とかも結構普通におるんでね、昼間ここ通らなあかんの怖すぎやろ。ここはさすがに怖すぎるって。不老者あんまりおらんか。ここは怖すぎる。見えるかな、今日行ったキリスト像の場所光ってるわ。めっちゃ小さいけどこんな感じで光ってる。本場のサルサを見るためにディスコクラブちょっと入ってみようかな。お金ないけど。まさかすぎた。早すぎたんかな、夜の9時半っていうのが。本場のサルサを見るためにディスコクラブに入ったのに客0人でした。まさかのゼロ。自分一人だけあそこに入っても自分サルサ踊れるわけじゃないし意味ないやろっていう、誰と飲むんだっていう感じにもなるしな。踊りも見えんし一人で飲まなあかんし、そんな感じでちょっとね、シボニーっていうディスコクラブには入るのやめました。あ、怖え。違うところまでまだちょっと距離あるし、夜の一人コロンビアちょっと怖いよな。しかも携帯出しながらこうやって撮影しながら歩くっていう、ちょっと撮影するのやめとこう。まあなんとも言えないような雰囲気ですよね。これはやばい。わけわからん不老者めっちゃおるし、マリファナの匂いプンプンするし、マジ帰りたい。怖すぎる。ここですね。もう人入ってなくておらんかってもちょっと入ってみますわ。入りました。こんな雰囲気ですね。おい、まあせっかくなんで軽くビールでも飲もうか。マジで周りがね爆音でうるさすぎるんで、多分ね会話するのも難しい。で自分は踊ることもできんし一人やし、孤独感あるんすけど、もう孤独感通り越してハイになってます。なんかもうどうでもいいですね。孤独感一切ないっすね。今無敵っす。もう踊れないっす。踊れない人はこの場所に来るべきなのでしょうか。来るべき。わかるかな。それにしても位置高すぎるって。位置が高い。このディスコですね。ディスコっていうのかな、まあみんなでサルサを踊る場所。はい、深夜12時です。明らかにやばいですね。コロンビアの深夜12時一人歩き、明らかにやばいです。ちょっとね、なんかね、不老者とかも明らかに狙ってるんですよ、僕のこと。後つけてきたりとか、普通に違う方向行ってたのに急に進路変えてこっち来たりとかで、僕が早歩きしたら諦めてどっか行ったりとか、そういうのあるんで、ちょっとね今感想言いたいですけど、感想はほんまにちょっとね、宿帰って寝て朝起きてからにします。マジで今牛丼食いたい。ほんまに宿で仲良くなったドイツ人からもらったよビール。乾杯。いやー昨日楽しかったですね。夜今からちょっと感想を言うんですけど、まず平日の真ん中夜の11時半までおったんかな感じで、あれぐらいの人ですね。週末とかもっとね夜遅い時間とかに行ったらもっともっと人ねごっちゃごちゃおるとは思うんですよ。でみんなねやっぱりねダンスが好きっていうのがめっちゃめちゃ伝わってきます。ほんまにダンス好きが集まっていろんな人と踊ってみたいな、曲に合わせてみたいな、そんな感じだと思いますよ。でねみんなね交代交代でいろんな人とね踊ったりするんですよ。それがねみんな知り合いなんか常連なんかとか、多分別々のグループで来てるんですけど、多分男性がね踊ろうよ一緒に踊ろうぜみたいな感じで言って誘うんだとは思うんですよ。で踊ってる人って意外とね楽しそうな感じじゃなくてね、結構真剣なんですよね。俺の踊りどうやみたいな、そんな感じですね。自分も踊れたらな、可愛いコロンビアのお姉ちゃんにね踊りませんか Shall we dance って言うて踊るのに、そこがねちょっと悔しいところです。メキシコも僕1年以上ね滞在してたんですけど、結構ダンスの文化なんですよ。
いろんな公園とかでね、おばちゃんとかがね、なんか踊ってるような、そんな国なんですよ。なんでね、メキシコでもうちょっとね、踊りね、鍛えとったらよかった。まあね、音楽も楽しめたし、入場料もそんなに高くなかったんでね、1万ペソ、1番コロンビアペソかな。飲み物はちょっと高いかなって感じだけど、カクテルとか特に。ダンス踊れない人でも、音楽聴くだけとか、その光景を見るだけでも絶対楽しめると思いますよ。自分がダンス踊れないからって、端っこの方でこんな感じになるかもしれんけど、別に関係ないじゃないですか。言ったら周り別に一期一会の人らやし、周りにどう思われようと全然関係ないんで、別になんかこうやってお酒飲みながら、俺は別にダンスとか踊らないんだぜみたいな雰囲気醸し出して見るだけでもいいと思いますよ。以上です。動画ご視聴ありがとうございました。はい、コロンビアの第3の首都カリ、どうだったでしょうか。カリ、個人的なね、感想で言うと、ちょっと中途半端ですね。なんか劇的にね、いいスポットがないって感じましたね。スラムダンクで例えたらもうルカワみたいな人がおらん、エースプレイヤーがおらんみたいな、全員小暮みたいな感じかな。メガネくん。なんか中途半端やなーって思いましたね。ただ、今回の動画で見てもらった通り、まあ、僕が1日徒歩だけ言うてもヒッチハイク3回したけどな。徒歩だけで回れたのが、こんだけですね。あと個人的に行きたかったのが、セロ・デラ・クルトレスクルスだかな。丘の上に、この十字架が3つぐらいあって、結構いいハイキングスポットみたいなところがあるんですけど、そこ行きたかった。あとは、ソロヒコでカリ。このカリの動物園とかがありますね。ちょっと遠くに行ったら、サトウキビとか結構有名なんですよ、カリって。このサトウキビの工場とかも見えるかもしれません。以上です。動画ご視聴ありがとうございました。カリからのカリパイ。やばい、マジ嬉しい。ベインテレサス拾った。お金あんまり持ってなかったから今ほんまに嬉しい。マジでレンジ収入や。次回ともそやチャンネル。コロンビアのカリから陸路でバスでエクアドルへ入国。エクアドルの首都キトのおすすめグルメスポット紹介動画。キトの美味しいグルメやデザートを一つの動画にギュギュッと凝縮。キトだけにきっとグルメに関してとても参考になるよ。